みんなホテルで修行したスタッフが集まっているので、本格的な中華をリーズナブルな価格で提供できたらなという思いで。これは何ですか？これランチスープ。ランチのセットにはついてくるような。そうですね。青さのりと卵のスープ。こちらのお店はいつオープンされたんですか？令和2年ですね。5年前ぐらいですね。姉妹店もあると思うんですけど、そうですね。店長さんが見てらっしゃる。各店舗に料理長がいてて、その方が見てくれてます。西田辺店と、あと昭和町店と、今3店舗。オーナーは僕なんですけども、任せてやって、集まって会議したりとか、基本的に僕が見てるというか、経営してる感じです。はい。一番最初にオープンされたのはこの店舗ですか？そうですね。やっぱり人気もあって、あと2店舗さらにオープンしたんで。そうですね。おかげさまで、お客様もついてくださって、ちょうどその時に料理人の方が店を持ちたいと言ったので、任せたという。今割ってる卵は中華スープ用ですか？そうですね。スープにも使いますし、天津飯とかチャーハンとか、いろんなものに使います。じゃあ今日1日使う分の卵って感じですか？そうですね。その日に使う分はその日に割ってという形で。
拝見したんですけど、はいはいやっぱすごい本格的な中華っていう感じで、そうですね、まあ僕もそうですし、西田辺店の店長もそうですし、昭和町の店長もそうなんですけども、みんなホテルで修行したスタッフが集まっているので、まあ、本格的な中華をリーズナブルな価格で提供できたらなという思いで、本当ホテルが仕入れてる食材を仕入れてますし、技術的な面もそうなんですけれども、ホテルで食べたら本当 1.5 倍、2倍近くする値段のものを食べれるというのがまあコンセプトというか。水仙ウーロン茶っていうちょっと味の濃いコクのあるウーロン茶を使ってます。中国のウーロン茶。そうですね。まあちょっと高級なウーロン茶と思っていただければ。40分間蒸します。ちょっと若干低い温度で低温でしていきます。この蒸し鶏もいろんなメニューに使ってる感じですか？そうですね、うちの、前菜とかランチの小鉢もそうなんですけれども、蒸し鶏のよだれソースと、あとごまソース、あとネギ生姜ソースの3種類があります。1話で丸々蒸すことによってすごく柔らかくジューシーな蒸し鶏に仕上がります。豚肩ロースの部位を5日間漬け込んで焼いていきます。料理としては何に使う？前菜のチャーシューですねとかチャーシューチャーハンとかに使っていきます。豚肩ローストロックを4時間炊いて柔らかく仕上げた酢豚になってます。ポピュラーな町場のちょっと硬い揚げた酢豚ではなくて、全く揚げてない柔らかい。揚げるとどうしてもやっぱり脂っこくなってしまうので、ちょっとこの手塚山のお客様がご年配の方も多いですし、柔らかいあっさりした感じの酢豚になってます。酢豚に入ってる肉、このでかい。そうです。もうホロホロになるので大きめにカットしてます。
ぱいあると思うんですけど、はい。看板メニューとか、まあ、人気なメニューとかやっぱり酢豚が人気がありますね。柔らかい、やっぱりあまりよそでは食べれないような酢豚になってるので、確かに揚げないのは特徴ですよね、一個。まあそうですね。あとはまあちょっと本格的な麻婆豆腐、山椒とかにやっぱりこだわって作ってる。自分で山椒を切ってすって香りを出していて、山椒油も手作りで作ってます。あと中国の三元山椒という山椒もある。まああんまり辛すぎず、まあ程よい辛さには仕上げてます。あとはごまベースの担々麺がまた人気があります。ごまなんですけど、ごまをいってミンチの機械で、3度ほどひいたものです。これがごまなんですね。そうですね、このごまですね。このごまに油をかけて、熱い油をかけて、担々麺のごまのペーストを作っていきます。これも下蒸しです。提供直前にもう一回やる感じなんです。あ、そうです。ごまの香ばしい香りがしますね。そうですね。まあ、最初にごま自体もいってるんで、よくいってるんで、そこで香りを出して、3回拭くことによって香りが引き立つようになります。で、また熱い油をかけることによって、また香りが余計します。これが主に担々麺に使うんです。担々麺と、あと蒸し鶏のごまソースに使います。ほんと市販のごまよりごまの香りが濃い感じですね。電話するならね。お前
の担々麺は、昼と夜メニュー別だと思うんですけど、それはどっちも入ってる。どっちも食べれます。ランチは基本ランチメニューしか置いてない、やってないんですけど、暇な時間帯とか、例えば天津飯が食べたいといったお客様に対応してます。昼の時間帯だけど夜のメニュー出すこともあるみたいな。そうですね。あらかじめ予約されてるお客様もいらっしゃいます。店舗拡大もそうなんですけど、はい、このお店の人気の秘訣っていうのはどういうところにあると思いますか？24年間ずっと料理だけを頑張ってきた、努力と、あとはもう本当にこの地域のお客様がすごいいい方が多くて、本当にスタッフにも恵まれて、それだけだと思います。店舗拡大に関してはもう本当に、運が良かったなと。もちろんその店舗を任せる人がいなかったらできなかったわけですし、人にも恵まれて、本当に運が良かったなというだけなんですが、今からかなっていうふうには思ってます。この米も大分の僕の実家から送ってもらったやつ。実家がお米農家、いや、お米農家じゃなくて、農機具の修理販売とかなんですけど、米の方も取り扱ってて、そうなんですね。はい、精米機置いてたりとかして、うちの親が精米したやつを送ってくれてる。今後の目標はどういったことがございますか？今現状3店舗なので、もっと店舗展開していって、スタッフもそうですし、お客様ももっともっと満足してもらえるような店作りを目指していきたいなと思っています。はい、いらっしゃいませ。
2枚お願いします。4年生になったらあれがあれね、月曜日もある。これだけ曲げて。いけません。お席2名様で。はい、いらっしゃいませ。カシューナッツの飴炊きです。カシューナッツを30分間砂糖水で炊いて、それを高温の油で揚げたものです。カリカリでめちゃくちゃ甘いです。お願いします。お願いします。置いてきます。女性のお客さん多いですね。すごい。そうですね。ランチはそうですね。主婦の方が8割9割ぐらいで、まあ夜は家族連れの方とか、まあこの辺が手塚山のその住宅街なんで、ね、お子さんが学校とか保育園に預けて、マダムたちが集まってきて、料理をしてくださってるから、上吉大社が近いので、はい。参拝のお客様とか、お子様のお宮参りの帰りとかでご利用してくださるお客様も、はい、お願いします。さあ、お願い。はい、いらっしゃいませ。ミニ。
これは分かる。お客さんって多い時だとどのくらい来るんですか？そうですね、ランチで60人から70人ぐらいですかね。夜だともっと多いですか？夜だと30人から40人ぐらいです。お酒を飲みながらゆっくりくつろぐ方が多いので、あまり回転しないという形ですね。昼はやっぱり1時間半ぐらいで、大体お客さん帰られるので。簡単に上がる。さすがにありがとうございます。ね。ありがとうございます。杏仁豆腐です。シャンの万能ネギっていうんですけれども、青ネギと白ネギを12、3種類の調味料で油をちょっとずつ加えながら40分間ぐらいずっと混ぜて作った、まあ、ほんと何にでも合う
白ご飯にも合いますし、うちでは卓上に置いてて、天津に、酢醤油とからしとこの万能ネギをかけて食べていただくというスタイルを、はい、とっています。焦がしネギみたいなコクのある調味料となってます。これも自家製なんですか？そうですね、自家製でお持ち帰りもできますので、そうなんです。はい、瓶に詰めてラベルを貼って税込み500円で販売してます。すみません、ありがとうございます。美味しかったです。ありがとうございます。天津にめちゃくちゃ合うんですよ。シューマイとか他の天津、夜ですと餃子とか、あんまりそこまで辛くもなく、本当にコクがすごい強い。あ、そうなんですね。見た目はなんかラー油っぽいんですけど、そうですね。ここまで辛くないんですね。そうですね、もう全然、ほんとピリ辛かなぐらいで、辛みはあんまりない感じです。お願いします。ジュース飲み放題、おもちゃ付きね、お子さんが喜んでくれたらいいかな。
お願いします。シューマイも全部手作業で練ってるんですか？そうですね、手作業でね、包んで。包んで、はい。天津の何個かあるじゃないですか、種類。はいはいはいあれ全部手作りなんですか？いや、全部じゃなくて、まあ、手作りのもあるんですけども、業者さんにお願いして、特別に作ってもらったりとか、最初手作りだけでやってたんですけど、もう、毎晩帰るのは深夜2時とか、3時とかになってしまうので、ちょっと無理だなと思って、まあ、市販のものも取り入れたりとか、工場に依頼して作ってもらったりとか、そういうのにもしています。そうやな。仕上がりで。シューマイに使うエビス。お願いします。シューマイなんですけど、ミンチを鹿児島県産の黒豚ミンチと、あとちまきミンチ、豚がすね肉ですね。この2種類を使ってます。で、エビと食感を出すためのくわいと、コクを出すための干し椎茸と白ネギですねを入れて。かなりたっぷり入ってますね。そうですね、まあ、豚肉もちょっと脂気の強い黒豚ミンチと、でうまみの強いすねのミンチを使うことでより深い味わいになってます。調味料も10種類ぐらいの調味料が入ってます。ネギ油、ごま油、にんにく、生姜で醤油、オイスターソース、胡椒、黒胡椒など12、3種類ぐらい入ってるんじゃないですかね。白い粉はこれはね、片栗粉で、混ぜるときに水分が出てくるので、それを防ぐために固めます。あとネギだよな。2種類のすね肉を使って、すね肉とある程度粘り気が出るまで混ぜるんですけど、疲れてくるんですよね。そうですね。かなり結構力使いますよね。そうなんです。で、またミンチが冷たいから、手がガチガチに。だけでエビとか調味料とか、はい野菜とか、まあ、一個一個入れてるじゃないですか。はい。これ一気に入れちゃうと混ざりにくくなっちゃう。最初に豚肉をよく混ぜて粘り気を出してエビを入れてエビとなじませてで調味料を入れてよく混ぜてその後に野菜を入れてざっくり混ぜる全部入れて全部練ってしまうと粘り気が出にくいのと野菜から汁が出てしまう野菜は最後にもうざっくり混ぜる
具合ですね。はい。この量で何個分ぐらい200個ぐらいですかね。200個いきます。大体1個は33グラムぐらいで、冷凍して使っていく感じです。 200個包むのも相当大変ですよね。そうですね。大体1時間ぐらいでできる感じになるんです。1時間でできるんですね。 24年やってます。違うスープが欲しい方は、2人その時にみんな集まった時にこういうスープ変えてほしいから何人出ますっていうことで、やすかったにしてもらえますか？はい。できますよね。どうでしょう。本日のスープ。本日のスープは、不買でいえ、300円。一応それがメイン。はい。で、何が分かるの？その時聞いていただいたら、その時にお願いするわけですね。だから何人が人数は私は把握してませんので。だからそう。じゃあ。
これ